六条ヶ岳山頂到着しました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。バンクのとしです。マリコです。今日は三重県伊賀市、はい、サルビノ温泉に来ておりまして、はい、明日は忍者トレイル。今回ですね、伊賀越えというカテゴリー、コース案内がなくて、ルートファインディング、自分たちでしていくカテゴリーですね。はい、それに参加しようと思います。はい。森川さん、意気込みはいかがですか？去年はロングに出させていただいて、今年は伊賀越えにエントリーしました。練習がね、あんまりできてないんですけれども、お天気が良さそうなんで、思いっきり楽しんでいこうと思ってます。そうですね。はい。はい。結構ね、いつも僕たち、曇りが最近多かったんですけども、はい。明日は天気が良さそうなんで、はい。頑張っていこうと思います。コースはね、ちょっときついみたいなんで、はい。気合い入れていこうと思います。はい。それでは言いましょう。おはようございます。スタートが6時です。ちょっとね、バタバタで受付、大急ぎで向かってます。さあ、もうすぐスタートです。無事に受付完了しました。ごく少数の家来とともにですね、いやー、ただいまスタートして1キロちょい。ちょっとね、明るくなってきましたけど、みんな早いな。はい、ただいま2キロ超えました。まだずっと上りですね。現在標高が450。まだまだ登ります。はい、ただいまスタートからの距離3キロ超えました。標高は約600メートル。もうすぐ最初のこのメインの上りは終わりですかね。はい、夜が明けてきました。いい天気になりそうですね。暑くなるかも。いやー、ちょっとガスで幻想的な感じ。なんか先渋滞してんな。なんやろ。渋滞の原因はこの急な斜面ですね。ちょっと急斜面が続いております。この上がどうやら最初のピークのようですね。距離は 3.7 キロ。周りはガス出てね、ちょっと幻想的な感じですね。さあ、ここから下り行こう。今距離は約4キロ。また登ってます。しかも結構な急な登り。東峰 771.2 メートル。ちょっとガスってるけどいい眺め。いや、気持ちいいですよ、朝から。ちょっとガスってて幻想的な感じで気持ちいいです。今年の峰、北峰775。さあ、ただいま5キロを超えたところです。結構ね、稜線がずっと見晴らしも良くて気持ちいいですね。いいコースです。笹の峰、標高793メートルです。ちょっと、激下りそうです。大丈夫。またちょっと激下り続けます。ちょっとね、濡れてて滑りやすいですね。ほら。ただいま距離は約6キロです。ちょっと左がね、開けたところまで行きました。ずっとアップダウンが続くんでね、ほぼ平坦なところはないですね。今ちょうど距離が7キロです。ちょっとね、道迷いながらでしたけども、多分これで指定のコース戻ったと思いますね。なかなかなアドベンチャーでした。ちょっと気持ちよく走れるところ出てきました。風が冷たくて気持ちいいです。はい、ただいま距離は約9キロです。ちょっとね、ルートを探しながら進む大会なんで楽しいですけどね、ちょっと確認しながらなんでゆっくりです。はい、ちょっと開けたとこ出ました。まだ雲多いな。
うやって見ると鉄塔も綺麗です。雲がね、もくもくとしてます。いや、なかなかの急登ですね。登ってきました。ただいま、距離は約10キロ。エイドまではあと2キロ半ぐらいですかね。距離は約11キロ。太陽出てきました。こんなアップダウンばっかりですね。なかなか急な登りです。ここからまたこれ登らんとダメです。すごいよ。なかなかの急な登りです。ただいま距離は12キロ。もうすぐ第一エイドです。はい、第一エイド到着しました。こちら伊賀越えエイドです。第一エイドを後にしてまた登っていきます。めちゃくちゃ直登です。見晴らしいね。第一エイドの伊賀越えエイドを越えて最初に登る山は開き北西峰ですかね。そちらが標高761メートル。そこまで登ります。ちょっと風強い。風車がよく回ってます。伊賀越えは道なき道を進むので、ちょっとルートをしっかり確認できない人はちょっと難しいですね。はい、開き北西峰到着しました。761メートル。次はこれ京ヶ峰に向かっていきますので、京ヶ峰方面ですね。いきます。はい、現在距離は約15キロです。だいぶ進んできましたね。ただいま距離は16キロ。ちょっとね、やっぱりコース分かりにくいところが多くて、いろんなね、分岐があるんで、もうコース間違えまくりですけどね、なんとか進んでます。引き続き京ヶ峰方面進んでいきます。こっちです。名もなきピーク725メートル。峰ですかね。752メートル。広い山頂、ここも進んでいきます。鳥羽尾の峰、標高が77737です。王道の峰ですかね。標高は785メートル。ここはね、見晴らしがいいです。向こう海まで見えるな。次が京ヶ岳目指していきます。さあ、あの上が京ヶ峰ですね。はい、京ヶ峰山頂到着しました。めちゃくちゃ景色いいです。山頂ですね。おお、気持ちいい。ハイカーさんが多いですね。気持ちいいです。ここは笹子山770メートル。もうちょっと行ったらね、一気に下山していきます。だいぶ急ですね。上の方登ってる人が見えます。はい、カレーの頭到着しました。いやー、なかなかここまでも急登やったな。標高は 788.8 メートルです。次が北笠岳ですかね。そちら目指していきます。急登のね、アップダウンがね、なかなかきついですね。まあ、大会の主催者さんからきついって聞いてたんで、その通りですね。北笠岳到着しました。767メートル。さあ、ここからね、一気に下っていきます。こんな感じの下りです。めちゃくちゃ急ですよ、これ。
下りゾーン終わりまして、林道に出ました。ここから次の第2エイド、向かっていきます。はい、第2エイド、到着しました。すごい歓迎や。ここがレストランあります。この大会はご飯付きです。あったかい。美味しい。ありがたいね。それではご飯食べまして進んでいきます。美味しかったな。美味しかった。お腹いっぱいなったわ、なんか。さあ、ここから登っていきます。一気に680メートル登りますんで、頂上まで、1500メーターかな。1.5 キロ。頂上まで1300メートル。ちょっとだいぶ登るけどね。この看板、頂上まで900メートル。ただまだまだ登るけどね。滝が、すごい。めっちゃ登ってます。上の方に人が見えます。頂上まで800メートル。なかなか減りません。めっちゃ上まで登ってます。はい、7番の看板、頂上まで600メートル。でもまだ200メーターぐらい登るけどね。600メートルで200メートル登るってまあまあですよ。8番、あと、頂上まで400メートルです。9番、看板、頂上まで200メートル。最後これですね。なかなかきついな。10、こんにちは。頂上まで40メーター。左なんですけどね。ちょっとせっかくなんでこの上登ってみます。時間ギリギリやけどね、登ろう。百丈ヶ岳山頂到着しました。ここは676メートルです。ここは360度大パノラマです。海まで見えるな。気持ちいい。寄り道坂がありましたね。釈上ヶ岳から下山してます。だいぶ急なんでね、この下山も時間かかると思いますんで、気をつけていきます。なかなか急な下りです。湯の木峠ですかね。そしてここまた登ります。結構登ってるな。上の方に人おるぞ。木の頭、標高457。よし、今度こそ下るぞ。また激下り始まっております。激下りゾーン終わったら一旦ロード出ました。ゆるい下りのロードかな。さあ、最終エイド、ちょっと撮るの忘れてましたけど、いろいろお菓子とかもいただきまして美味しかったな。はい、今の感じだとちょっとゴールやっぱり間に合わないということなんですけどね。制限時間間に合わなくてもゴールまでは行こうと思いますんで、最後頑張っていきます。林道のゆるい登りが続いてます。あと距離はどれぐらいですかね。10キロちょいですかね。頑張っていきます。いや、この辺りもね、なかなか道が難しくて登山道でもないんで、ちょっとルーファイしながらね、ゆっくり進んでるんで、ちょっと時間かかりますね。まだ急登がずっと続いてます。きついな。はい。五霊山ですかね。五稜山ですかね。なんか、標高もバラバラですけども、到着しました。725メーター。さあ、もうちょっと頑張っていくぞ。今、スタートして34キロぐらい。朝通ってきたコースにね、ゴールしまして、だいぶ来ましたね。あと残りは6キロぐらいですかね。もうちょっと頑張りましょう。夕日が綺麗ですね。トレイルは過酷ですけど、こちら分岐になってまして、コウモリ峠はこちらだと思われます。降りていきましょう。ちょっと
暗くなったんでね、ヘッドライトを用意して下山してます。あと下山していきます。さあ、山から降りてきまして、最後、ロード4キロぐらいあるそうですけど、頑張って走ります。サルビノ温泉、帰ってきました。最後、ここの歌終わりです。いやー、だいぶコースロストしましたね。ただそれがなくてもちょっと完走できたかどうかはね、微妙ですけども、まあ、制限時間超えても、ゴール戻ってこれたんで、よかったです。お疲れ様でした。はい。では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、無事にね、ゴールには到着しましたけども、ちょっと制限時間を1時間ちょっとね、オーバーしたんで、まあ、完走扱いにはならないですけどね、なんとか無事に戻ってこれてよかったかなと思います。はい。まあ、途中ね、ちょっとコースロスと結構して、まあ、結構時間作ってしまったんですけどもね、まあ、それがなくてもちょっと完走できたかどうかは際どいとこなんで、はい。また練習して頑張っていきたいと思います。はい。マリコさんいかがでしたか？はい、高低差がねすごく多くて大変でした、でもコース自体はバラエティに飛んでたので楽しかったですね、なのでぜひ来年はリベンジしたいなと思ってます、そうですね。はい。ちょっとね、途中レストランでね、お食事させていただけたりね、まあ、そういうのも面白い取り組みかなと思いますし、はい。あとはやっぱりね、自分たちでルートを調べていくっていうのは、まあこういうね、山の醍醐味だと思うんで、はい。来年リベンジしようかなとは思っております。はい。はい。でまたトレーラーの役に立つ動画とかコース紹介やっていきますんで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。ではバイバイ。バイバイ。